今回は2015年に放送されたアニメ「キリケユーフォニアム」の第11話を見た視聴者の当時の反応を紹介します。それではどうぞ。始まった。最高の30分が始まる。香織先輩だ。開幕ソロパートの練習。トランペット高い音めっちゃ綺麗。すごい、いい音ですね。出た、デカリボンちゃん。どこまでも響いていきそう。ベタ褒め。せやろか。持ち上げていくスタイル。浸水してるリボン。揺りを感じる。もっと聞かせてください。告白じゃねえか。ガチすぎる。ゆうこちゃん、本当に先輩好きなんだな。甲骨の表情。リボンちゃん、完全に恋する乙女の目だ。こっちもライクじゃなくてラブの方だわ。美しい先輩後輩関係。リボンも悪いやつじゃないんだけどな。このリボンちゃんはいつ救われるんだろうか。おかえりオーディション。さて今季最大のゴタゴタにして、最大の山場。トランペットの頂上決戦が幕を上げるのです。アニメで二人の差をちゃんと聞かせてくれるのかな。歴然とした差を。中瀬子先輩が勝つに1票。これで香織先輩がソロ勝ち取ったりしたら、それはそれで熱いんやけどな。どうなることやら。トロンボーン。あら探しの時間。熱い指導が始まる。お、塚もっち久しぶり。週一が標的に。塚本、なんでできてないの？やつ。滝先生、相変わらずお厳しい。くそ。悔しがる塚本くん。週一頑張れ。夏ですね。セミ兄貴全開。仲良くお昼ご飯タイム。夏の暑さに逃げ場はない。暑いよりは、寒い方がまだいい。暑がり久美子。京都の夏は暑いのだ。加藤ちゃんは夏が好き。ああ好きそう。さすが葉月。名前通り。トランペットの人たちだ。歌中のパート。香織先輩たちじゃなかった。三人組かわいい。壁ちゃん先輩。高坂さんも来るんじゃない？ご飯一緒に食べる？葉月、気遣いできるいい子。ご飯食べるの、パートごとなんだ。一応そういうルールがあるのね。はい、一応です。葉月ちゃんと緑ちゃんが気を使ってあげてる。ありがとう、呼んでくる。遠慮してたのか。嬉しそう。ついに4人が揃うのか？ようやく北宇治カルテットが実現するのか。いつものところ。レイナの練習場所は、当然把握している。じゃあ。リボンちゃん。出たわね。エンカウントしてしまった。なんでお前がここに？失礼します。なんだその手は。死闘。ソロ売り、ソロ売り。リボン先輩、めっちゃ見てる。ガシ。うわ。掴まれた。冷え。やべえぞ。じ顔が近い。怖いよ怖いよ。キスする距離。唇を奪うのかと。どう思う？顔近いと思います。この音、どう思う？脅しか？なんだこいつ。どう思うと言われましても。いい音じゃないかな、これは。いいと思います。すごいいいと思います。いいぞ久美子。ソロにふさわしいのはレイナです。制裁戦争。負けへんで。おい。バカ。言っちゃった。失言系女子。だよね。おや？意外な反応。1年でこの音ってずるいよね。あれ？素直やな。反則だよ。やはり分かってはいたのか。実力はちゃんと認めてるんだな。でも香織先輩に勝ってほしいんでしょ？めんどくさいな。そっちの方だったか。ちょっと辛いな。リボンちゃん。相変わらずの楽器のうまさ。音は嘘をつかない。今日も可愛いレイナちゃん。どうしたの？ちょっと面倒な人に絡まれちゃって。一緒に食べようかと思ったんだけど。お昼ご飯のお誘い。食べちゃったか。香りパイセンと食べたんだ。お昼2回食べよう。もう一食食べてもいいんじゃない？一緒に食べて大丈夫なのか、ギスギスしてないか？ついに4人の絡みがと思ったのに。香織先輩、すごく気遣ってくれてる。いい人なんだよな。北高吹奏楽部として。コンクールで一緒に演奏することに変わりはない。そうだな。いい演奏、しようね。香織先輩かっこいい。偶然ですわ。優しい世界。泣きそう。いい人だよな本当。香織先輩、できた先輩である。いい人だから逆にやりにくい。レイナにもやりにくいという感情が。久美子の前で本音話すのいいね。いろいろ難しいな。そのいい人をねじ伏せるってことだからな、特別ってのは。
なんか、キャラが生きてるって感じしていいなこのアニメ。みーんみんみん。セミさんの演技が光る。どう？アスカ先輩と香織先輩だ。いいんじゃないの？適当。またそれ。ジョイナスがまともなこと言うわけないやろ。どうでもいい人だからね。同じだから同じこと言うのよ。それって成長していないということか？どっちがソロに適任だと思う？田中に聞くのはやめろ。ソロは上手い方がやるべき。誰とは言わない。レイナのことか。食い下がる香織先輩。だからそれを聞いてどうする？心底どうでもいいアスカパイセン。決めるのは私じゃない。ジョイナス先輩、とことん他人事やな。じゃあアスカ先輩の捉えどころのなさが怖い。知りたいの。個人的にどう思ってるか。ジョイナスには聞かない方がいいよ。今の質問の仕方が答えだな。言ってるようなもんじゃねえか。どっちだよ。アスカ先輩は隠しているようで答え出してるかん。知りたいけど言ってほしくない。香りも負けを認めてるんだよね。香織先輩は自分に納得つけたいだけって感じする。レイナの方が上手いのは、わかってるはず。デカリボンちゃん。急におとなしくなったな。思い詰めてるな。どうした優子。闇落ちしそう。デカリボン先輩の回想。香り先輩が2年の時かな。1年生を無視するのやめてあげてください。オナシャス。頑張ってたんだね、香織先輩。先輩いい人。見てるだけしかできない優子ちゃん。そんなことが。辛い。リボンには恩義があったのだ。ふう。突然の息吹きかけ攻撃。ひゃん。激突した。反応が可愛すぎる。今のぶつかり方は痛いぞ。なつきちゃん。超可愛い。犬猿の中の二人。ゆうこちゃんとなつきの微妙な関係好き。余計なこと考えてないよね。ポニテ先輩に耳ふーってされたいと考えてました。悲しむのは香織先輩なんだからね。なつきちゃんが心配する。なつき先輩の株がまた上がる。なつき先輩最高やなほんま。オーディションに落ちたくせに。さらっとひでえこと言うな。わかってるよね。やつ。大事なことなので。なつき先輩、何気に察する能力が高いな。わかってるよ、そんなこと。わかってるからこそ切ない。今週の京阪ノルマ。光の描写すげえ。そっちの練習はどうなの？落ちた組と別々で練習してるんだね。オーディション転落組で演奏いいな。落ちたメンバーでも一曲やるんだ。はずきちゃんの出番もあるってことですか？落選組は落選組で楽しそう。はずきちゃんはなかなか鋼メンタルだな。私がみんなを支えないといけないからね。中馬吹きの鏡ですね。はずきちゃんが楽しそうでよかった。今日もはずきちゃんで癒される。うわぁ、虫多すぎー。リアルに虫飛ばすな。そんなに虫飛んでるん？宇治川名物の飛びケラ。ちょっと、飛びケラとかいうリアル描写やめてもらえませんか？その演出いる？プオーン。お。楽器の音だ。いつもの河原。トロンボーンか。くっそ。スカモっちゃん。お前も練習してんだな。じよく考えてみれば修一くん、トロンボーン初心者なんだよね。それでもレギュラーの修一くんがすごいのか、他がダメなのか。ホルンやってたから、全くの初心者ではないからね。アドバンテージはある。にしてもすごいけど。上手くなりたいなぁ。上手く。いい夕焼けだ。はずきちゃんもチューバ楽しんで、修一くんもトロンボーン頑張ってる。情熱のある音楽いいな。そして翌日。今日も暑そう。ターンターンタターン。ご機嫌花歌久美子。ごめんね、急に。おや？レイナという子だと？呼び出しだ。まずいですよ。なんだなんだ。修羅場かな？あかん。穏やかじゃない。キャットファイトか？暴走しそう。怖いです。あのね。どうしたリボンちゃん。何をやらかすつもりだ。こいつまさか。負けてちょうだい、とか言いそう。私どうしても香織先輩にソロを吹いてほしいの。おいおい。だから、お願い。リボンちゃんが頭を下げた。それは。ゆうこ先輩ダメだよそれは。はぁ、八百長の持ちかけだと？手を抜けってか。あんぐり。久美子は見た。久美子はいつもいいところを嗅ぎつける。高坂さんと香織先輩メインだと思ったら、ゆうこちゃんの葛藤が軸にある A パート。今週のアイキャッチはチューバ。低音の音いいね。ダブルピースはずきちゃんかわいい。カップルの間に割り込むはずきちゃん。
夫婦と娘なのでは？わざと負けろって言うんですか？レイナちゃん怒ってますね。超えちゃいけないライン。そこまでするか。本当に目的のためなら何でもする子だこの子。リボンちゃん気持ちはわかるけどそやないぜ。喜ぶ者のいない根回し。八百長とか、先輩が一番悲しむぞ。香織先輩それで勝って喜ぶ人じゃないでしょ。そんなことしなくても、香織先輩がレイナちゃんよりうまく吹けばいい話。偶正論。その通りだよ。一理ある。もうこういうお願いをしている時点で、どっちが上か認めてるようなものだよな。優劣を聞き分けられるほどなのに、現2年生は複雑な立場なのだな。去年、香織先輩は部の中で一番うまかった。唐突な過去語り。ソロは年功序列、これはありがちだな。練習してない奴がソロかよ。それはひどい話だ。ああこれは辛い。学年順とかしてる時点でな。最低だな上級生。辞めようとしていた1年生を引き止めるために、コンクールメンバー辞退しようとまでして。マジかよ。香織先輩いい人すぎる。情で落とそうとするデカリボン。先輩にも色々あったんだね。でもこれはあかんよ。コンクールでの演奏もめちゃくちゃだった。ああ、少し同情するな。でも実力社会なのよ。去年と今年は別問題やろが。そんなんレイナに関係ないやん。私には関係ないことですよね。レイナが吠える。いいぞ、高坂さん。関係ない。グーの音も出ないほどの正論。そりゃそうだろ、入学前の話だし。でもレイナには来年も再来年もある。言わんとすることはわかるが、それは去年と同じことを強要することになるのでは。香織先輩は今年が最後。どんな事情があってどんな思いがあったとしても、これは一番、先輩のためにならないんだよな。いや、香織先輩に助けてもらった過去があって、憧れの先輩にどうしてもって気持ち、すごくわかる。このリボンの言いたいことに、すごく共感してしまう。リボンちゃん、実はめちゃくちゃいい子なのでは。これリボン先輩は香織先輩が傷つくって分かってて言ってるのが辛いな。高坂は高坂で信念があるから曲げられないんだよな。いろんな思いが交錯してるんやな。ああ、胸が痛い。みんないい子で辛い。やばい見つかる。早く隠れろ。久美子。隠れ方かわいい。それで隠れてるつもりか。バレなかった。嘘だろ。ステルス性能高え。久美子ちゃん、知っちゃった。レイナ、なんだかんだ聞いてそう。どうなるんだろう。そしてオーディション当日。宇治市文化センターだ。うわぁ、広い。すごいホールだ。本番はここよりさらに大きなホールだと？音の響きとかやっぱ違うんだろうね。確実に飲まれちゃうわ。てか、滝先生との身長差すごいな。ポミテ先輩意外とちっこいな。楽器来ました楽器運搬大変そう。吹奏楽って楽器とかあるし、運搬とかでお金かかりそうやな。ホール練習懐かしいな。やっぱり雰囲気が違うんだよな。レイナと香織はオーディションの用意を。ステージでオーディション。これは緊張しますね。ハードケースとソフトケースがあるのね。ハードケースの方が強そうですね。レイナ VS 香織。絶対に負けられない戦いがそこにはある。かっこいい。真剣勝負を願いたい。ぷぷぷー。オーディション前の音チェック。お互いヒロイン枠による激励タイム。デカリボンちゃんサボってる。リボンは準備手伝えよ。さすが香織先輩。はい、悲しそう。消え入りそうな声。リボンちゃんけ投げ。マドンナからすると、優子みたいに慕ってくれる後輩、すごい嬉しいだろうな。いえ、頑張ってください。もう大体結果読めてるんだろうな。負けることが分かっている戦いほど辛いものはない。吉川さん、情熱的なんだよな。でもな。結局、当人たちが納得するしかない。ドン。わー。なつきちゃん。驚き顔かわいい。何事？突然の気増しに困惑。驚きのカップリングで変な声出た。泣いてる。何も語らない。今だけは、あなたの背中を貸して。ゆうこちゃん。いろいろ察した夏希先輩。なんだかんだ仲いいんだよねこの二人。本当に辛い時は夏希のところに。最高に仲良し交わしてる。他人のために泣ける子好き。やっぱりこの子なりの信念なんだな。俺はリボンみたいな人間臭いキャラが一番好きだよ。今となってはデカリボンの心情も理解できるだけに辛い。一体何個カップリングが出来上がっていくんだ。
緊張してる？見てるこっちも緊張してるよ。今度は部長が励ましに来た。この二人の組み合わせも好き。結婚式前の花嫁みたい。マリッジブルー。そこまでの緊張か。部長じゃなく、3年間一緒にやってきた仲間として。いい友達だな。青春の匂いがする。同じ学年同士にしか伝わらないものがあるよね。納得できるといいね。受かるといいねとは言わない。やっぱりはるかは香りの気持ちをわかってるな。前から聞こうと思ってたんだけど。はるか先輩は人間味があって好き。どうしてアスカ派なの？私じゃダメなんですか？アスカにこだわる理由は何？アスカ先輩のことラブなのか？それはアスカが特別だから。好きなんでしょ。ユリですかね。なんか見透かされてるような気がする。ジョイナス先輩は人の心を見透かしておきながら、干渉しないという。多分そうなんだよな、アスカ先輩って。なんでもは知らないわ。だから、アスカを驚かせたい。アスカを驚かせたいって気持ち、すげえわかる。アスカが思ってる私の一歩先を。さらに高みへ。綺麗な背景だな。本物の私が行きたい。本物になりたい系女子。マドンナはマジマドンナだな。それは恋よ。どう見ても片思いの会話ですね。面倒くさいのが青春なんだよな。なでなで。こっちでもイチャイチャ。まるで恋人同士。こういう部長の気遣いに惚れる。はるか部長はやっぱ最高ですね。この3年生たち素晴らしい。各地でカップルが発生してますね。続いて、レイナとクミコ陣営。レイクミタイムパート2。こっちも夫婦なんだよな。ユリカップルだらけやんけ、この部活。目の保養にはなるけどさ。レイナちゃん、リボン先輩とのやりとり引きずってそう。クミコ。もし私が負けたら、いや。いつになく弱気なレイナ。高坂さん心の中で揺れてるのかな？ちょっと考えちゃったんだな。美しい。悩んでるな。高坂さん、まさかわざと負けてあげるつもりなんじゃ。嫌だ。見つめ合う二人。ああ、今日はそれぞれの学年の仲間と思いを描いてるんだな。嫌だ。白心。クミコちゃんいいぞ。今の言い方すごく良かった。レイナは、私の特別になるんでしょ？制裁による熱い説教。レイナは他の誰とも違う、特別な存在。そうだ、クミコにとっての特別や。白ワンピレイナ。トライアングルの記憶。神回の回想。なんて美少女なんだ。思い出されるあの夜。気ましないと。レイナは人に流されちゃダメだよ。そんなの馬鹿げてるでしょ。珍しく声を荒げるクミコ。光と影の対比がすごくいい。レイナでも、悪者になるとか気にするんだ。私も悪者になるから。この言葉は響く。おうまいクミコちゃん最高か。持ち上げ方がうまいね。クミコの闘魂注入。レイナは誰にも負けない。ソロはレイナが吹くべきだっていう。クミコちゃんよく言った。偉いぞ。やっぱクミコちゃんいい。そこだよほんと。言ってやる。クミコが短歌を切った。主人公してるな。クミコのまっすぐな言葉がめっちゃ刺さる。本当に？多分。急に弱気になるな。さっきまでの異性の良さはどこへ？そこで多分っていう？クミコらしいや。素直なクミコ好き。やっぱりクミコは性格悪い。愛の告白ですね。笑顔かわいい。レイナが影から抜け出して光へ歩き出した。光と影の演出いいな。だから近いって。もうこの二人熱々ですやん。またそうやって視聴者を惑わそうとする。わあ。あらー。顔、近い近い。ユリの振りはやめろ。チューしそうな距離。すごいの来た。勇気をもらうためにキスする展開だこれ。そばにいてくれる？裏切らない？視聴者。もう騙されないぞ。もしも裏切ったら殺していい。そこまで言うか。完全にユリだわこれ。本気で殺すよ。あかん。怖え。レイナになら殺されてもいいよ。静かに目を閉じるクミコ。キス一歩手前。たまらねえぜ。静かにガッツポーズ。釣られはせんぞ。だってこれは、愛の告白だから。来ましたわ。やっぱりガチじゃないですか、歓喜。これだよ、これを望んでたんだよ。すげえなこいつら。すごすぎる。なんだこのアニメ。これ最高の名シーンでは。二人は幸せなキスをして終了。ああ、このやりとりは本当に最高だ。このアニメが神に昇華している真っ最中だ。
レイナちゃんと久美子の会話劇、あまりに尊すぎて泣きそう。今回いろんな着増しが見れて最高です。やっぱこの2年組3年組1年組のそれぞれのシーン、ええなぁ。リボンと中川先輩、部長と香織先輩、久美子とレイナ、微妙にユリまでいかないくらいのこの距離感が良い。大丈夫。最初から負けるつもりなんて、全くないから。迷いが消えた。かっけー。それでこそレイナ様。いい感じに背中をしたやん。この二人の友愛は、未だにどういう意味かよくわからない。恋とも友情とも違う、引力っていう言葉が本当にぴったりだと思う。この後、めちゃくちゃオーディションした。ドキドキのオーディションがついに始まる。うわぁ、これはめっちゃ緊張する。それぞれの思惑渦巻くオーディション。これは、どっちのユリの思いが強いとか、そういう勝負なのか？これより、トランペットソロパートのスペシャルリベンジマッチを行う。全員の拍手によって決めるだと？挙手じゃないんだ。結構アバウトな決め方だな。拍手だから気にせず視聴できる。でかい音鳴らそうぜ。もうすでにめっちゃレイナちゃんに拍手してる。香織先輩が先行か。先行は負けフラグですよ。みんなに見られながらか。これだと公平にならなそう。この雰囲気に耐えられんわ。さあ真剣勝負。香織先輩頑張って。プルプル。震えてる。緊張するよね。おお。綺麗な音色だな。音響演出も難しそうなシーン。香織先輩、うまいじゃない。それなりに上手なんだよね、香織先輩も。いやー、先輩もいいと思いますよ。うまいのかわからん。つかソロめっちゃ難しいやん。バリバリハイトーンやん。アスカ先輩は香織先輩の演奏の時、目を閉じて聞き入る。リボンちゃんに乗ってる。芸能人格付けチェックで使えばいいと思うんだ。このシーン。みんなが真剣に音楽を聴く瞬間。いい演奏じゃねえか。普通にうまいんだよ香織先輩。でも残念ながら普通なんだよ。香織パイセンも十分にうまいんだけどな。ちなみに中の人は専属のエース奏者。ありがとうございました。香織先輩お疲れ様でした。なんか緊張してるのが音からも伝わった気がする。音楽の知識ないから、可愛いってことしかわからなかった。パチ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 。まばらな拍手。リボン先輩の情熱的な拍手。ゆうこちゃん、いい顔してる。いやー、これどうやって差をつけるつもりだろ。人望なら干渉なのに。これ、視聴者の耳も試されてるのか？さあレイナのターンだ。緊張感やべえ。どうなる？いい顔だ。レイナちゃん冷静すぎる。王者の風格。香織先輩との対比いいね。レイナは震えない。メンタル強え。うわ。これは、うまいな。全然違うやん。最初の1音で決まったな。出だしから実力差がはっきりと。音量？いや、音質がまるで違う。音が滑らか。素人でもわかるくらい音の伸びが全然違う。ホール全体に、突き抜けるような音だ。めっちゃ響いてる。圧倒的に聞こえる。まっすぐに伸びる綺麗なトランペット。音が全然違う。レイナの音は遠くまで飛んでいく感じ。やっぱ音量の違いは大きいよね。ましてソロやるなら。みんなお目目パッチリ。明らかに上手いと思わせる演出。全然違うのわかるのすごくない？これは格違いすぎるでしょ。香りもいいけど、レイナの演奏には透明感があるな。実力者のサファイアも目を見張ってる。はずき寝てるんじゃね？目を閉じてるメンバーは素人。違うのはわかるが、どっちが上手いのかはわかんねえ。ビブラートの聞かせ方が違う、にわか。何かがやはり違う、何かはわからない。ソウルをキャッチしてる音だ。素人耳だけど、レイナの方が上手いとわかる。音がなんか艶やかだ。音が切れない。滑らかだ。メリハリも効いている。ハイレゾを聞いているかのようだ。学生の演奏じゃねえよこれ。なるほど、表現力ってこういうのか。リボンの様子がおかしい。敗北を確信した顔。もうデカリボンの表情が物語ってるんだよね。デカリボンも認めちゃった。無慈悲。こら勝負ありですわ。こんなん勝てるわけないやん。アスカ先輩起きたか？アスカ先輩、ちょっと真剣。高坂さんの演奏で、アスカ先輩は目を開いていた。香織先輩の時とは逆。その訳は、どうでもいい。やっべえ、鳥肌立った。すげえ。この見せ方はうまいな。素人でも違いがすぐにわかるの本当にすごい。
初心者にもわかるレベルの残酷な力量さ。誰もが認めるだろうな。いいものはいい。認めざるを得ないか。伸びと響き、力強さに余韻、どこをどうとっても高坂さんだの。音楽を前に人は嘘をつけない。ダメだ、やばい、泣く。ありがとうございました。お分かりいただけただろうか。業者の余裕。愛の力ってすげえ。レイナ強すぎた。みんな聞き惚れてた。この格差、どうやって吹奏楽に詳しくない視聴者にも伝えるんだろうと思ってたけど、ここまで差があるものなのか。では、これよりソロを決定したいと思います。一つの音にこれだけみんなが真剣に向かい合ってる。どちらが選ばれても、きっと正解。中瀬子さんがいいと思う人。香織先輩も普通に上手いんだよな。高坂さんがぶっ飛んでるだけで。勝負は明白、だよね。なんで拍手しね部員は割と正直なんだな。リボンちゃんスタンディング。ゆうこちゃん。悲しいな。それでも私は、デカリボンちゃんの愛。ぶれない思い。リボンちゃんどこまでも。けなげだ。いい、お前はそれでいいんだ。リボンちゃんのこういうところはグッときますね。市場に流される部長。はるか先輩、部長としての立場より、友情を選んだか。ジョイナスは動かず。突きつけられる現実。部長とリボン先輩の二人だけか。残酷すぎる。俺も拍手してっからな。切ない。こんなん泣いちゃうやろ。これは残酷だけど、いい表情してるから、出し切れてよかったのかな。では、高坂さんがいいと思う人。高坂さんの方が安定はしてるな。どちらがいいかは音楽的には難しいが、コンクールとしては高坂さんだろう。このドアウェイであの演奏ができるのがレイナの強さだわな。まずもう音一つで、もうこの子たちだってそれはわかってるんだよね。一人スタンディングオベーション。制裁の本気。久美子ちゃんさすが。他全員は忖度して、どっちも拍手できない。推しメン対決。久美子も情熱的な拍手で対抗。これは愛の拍手。久美子あんた最高だ。久美子。一緒に悪者になってくれた。レイナちゃんのこの安心しきった顔。久美子さえいればいいという表情やな。はずきもびっくりしてるじゃん。はずきちゃんも釣られて拍手した。子やな。久美子とはずきだけ。2対2か。どっちも身内票しかねえ。みんな拍手しないのね。これ拍手の意味ないやん。どうすんのこれ。中瀬子さん、あなたがソロを吹きますか？マジか。本人にそれを聞くのか。なるほどね。そうきたか。先生それは。なんだこの問いかけは。意地悪な聞き方するなぁ。なんつう決め方するんだ。残酷すぎる。いやらしい質問だ。試されてますね。実際に舞台に立たせて、本人に決めさせるのか。本当はもう気づいている。確かにその質問だけで十分かも。納得できましたか？つまり、そういうことだろう。吹かないです。先輩辞退したか。香織先輩。つれえよこれは。吹けないです。まあそうだよな。ここまで実力の差見せつけられたらね。吹けないです、か。部のこと一番に思ってるから辛いよね。ソロは、高坂さんが吹くべきだと思います。香織先輩イケメンやわ。これで全員結束せざるを得ない。こう言わせられることになっちゃうことは分かってて、手を挙げたんだなこの子は。香織先輩かっこいい。自ら犠牲にしてレイナに譲った。尊い。香織先輩は誠実な人だった。納得できたんですね。先輩自身が納得したんだから、これでよかったんだな。先輩。ゆうこちゃん、泣いちゃった。なんでお前が泣くんや。ああ、この回想は。辛くなるからやめてくれ。先輩はトランペットが上手なんですね。なんだろう、リボンがかわいそうになってきた。上手じゃなくて、好きなの。その目は優しかった。香織先輩、ほんま女神か。上手じゃなくて好き。だからこそソロを吹きたいと頑張れるし、だからこそ自分より上手い後輩の方がふさわしいと、身を引くことができる。その回想はずるい。大粒の涙が。部はダメだよ。一番泣きたい人が我慢してるんだから。泣いちゃダメだって。涙ポロポロ。リボンちゃん号泣。ガチ泣きやないか。渾身の泣き顔だ。これはもらい泣きしちゃう。自分のために泣いてくれる後輩がいるのはいいな。かわいそうだけど、認めるしかない。お前はよく頑張ったよ。完全決着だ。なんだこれ、なんだこれ。うわぁ、
このアニメすごいな。めっちゃいいシーンじゃんよ。高坂さん、あなたがソロです。初めからこのつもりだったのか滝先生。これが、滝先生の優しさであり厳しさなんだよな。中瀬子さんではなく、あなたがソロを吹く。先生の言葉に、すごく重みを感じる。いいですか？お前がナンバーワンだ。レイナちゃんも香織先輩もかっけー。このトランペットの3人好きすぎる。はい。迷いのないいい返事だ。先輩たちの思いも受け止めて吹いていく。いろいろなものが込み上げてくる。先輩お疲れ様でした。久美子泣いてるやんけ。久美子ってドライに見えて、本当はすごい情に脆いんだな。こうして再オーディションは終わり。そして、次の曲が始まるのです。続く。なんでこんなに泣けるの？最後呼吸してなかった。この回が最終回でいいんじゃないかと思えるくらい、神回だった。今回も凄まじかった。構成完璧すぎるでしょこれ。完全に優子の話だった。デカリボンさんにめっちゃ感情移入しちゃうな。他人のためにここまで泣けるリボンちゃんがすげえよ。好きな人のためなら悪者にだってなると、レイナに豪語する久美子。デカリボンもきっと香織先輩に対して、同じ思いだったのだろう。青春だよな。香織先輩が納得するための再オーディションだったんですね。本当に容赦ない。アニメーションの演出でなく、本当に音、しかも両者とも素晴らしい音色なのに、その音に才を分からせる。いやー、先生の聞き方が上手いというかずるいというか、でもおそらく香織先輩にとっても、一番納得のいく聞かれ方だったのかも。好きだってことを知ってるから吹いてほしいんだけど、好きだからこそ自分が吹いちゃいけないんだよな。なんかオーディションってより、1話丸々ゆりしか見てないような。高坂さんの、久美子は性格悪いわ、愛の告白なんだから、今回、愛の告白にやはり愛の告白で答えてるんだ。ちょっと見返したいんだけど、例のシーンがヤバすぎて2周目行くのが恥ずかしい。素晴らしいゆり会だった。ご視聴ありがとうございました。